3月。といえば、別れの季節になりますが、鉄道も類に漏れません。今年のビッグイベントは2度、段階的に廃止された。留萌本線がついに完全廃止となることですが、それとは別に廃止される駅ももちろんあります。JR 北海道函館本線仁山駅と同じく二俣駅。場所も駅の様子も全く異なる2駅ですが、どちらも利用者数の減少で廃止が決定しています。今回はこの2駅の過去と現在を比較しながら、その様子を見ていきましょう。二俣駅は北海道長万部町にある JR 函館本線の駅で、1903年に開業しました。私は2021年秋に訪問。雨の中、長万部駅まで自転車を漕いだのが辛かったです。駅舎は貨車駅ですが、宗谷本線でよく見られたタイプではなく、中心から出入りすることができます。外装はやや錆が目立ちますが、中はしっかりと塗装されていてベンチも新しく居心地が良かったです。もともとはよくある木造駅舎でしたが、1987年に現在の貨車駅舎に変わったようです。こちらは運賃表です。こちらは時刻表です。倶知安駅から長万部駅は上り5本、下り4本しかない完全なローカル線です。北海道新幹線の並行在来線にあたり、長万部駅から函館駅は貨物列車が運行されていることもあり、旅客運行が廃止されても貨物専用線として残ることが決まりましたが、当駅を含む倶知安駅から長万部駅間はこのありさまなので当然廃止です。そこそこ本数も利用者数もある小樽駅から倶知安駅も廃止されてしまいます。こちらは駅名表。長万部駅の隣駅ですが、その駅間は 8km もあります。また黒松内駅との間にはかつて蕨台駅がありましたが、こちらは2017年に廃止。当駅が廃止されると、長万部駅から黒松内駅の駅間は約 20km にもなります。自転車でもなかなか気合を入れる距離です。こちらはおなじみ名所案内。やや距離がありますが、二俣ラジウム温泉という湯治宿があります。ホームは一面一線。もともとは二面二線の交換可能駅でしたが、1986年に廃止されています。こちらは倶知安駅方面。こちらは長万部方面です。続いて航空写真から駅周辺の移り変わりを見ていきましょう。こちらは1976年の航空写真です。駅周辺は民家が多く、小学校もあります。1978年の乗車人員は1日61人でした。この頃は交換設備も残っています。そしてこちらが現在の様子。明らかに民家の数が減っています。
現在の乗車人員は1日1人以下。駅前は小学校があったからか信号が残っていますが、当の小学校は2005年に閉校済みです。雨だったのでしっかり観察ができなかったのですが、残った民家も廃屋が目立ちました。仁山駅は北海道七飯町にある JR 函館本線の駅で、1936年信号場として開設されました。1943年に仮乗工場化。その後、地域住民による駅昇格運動が何度か行われましたが、1987年、国鉄民営化の際にようやく駅に昇格しました。こちらも2021年秋に訪問。時間が日没ギリギリだったので、あまり外の様子が観察できませんでしたが、辛坊城時代からの立派な木造駅舎が残っています。駅舎内はそれほど広くありません。やや無機質な感じです。こちらは運賃表。翌年のダイヤ改正で廃止されてしまった池田園駅、流山温泉駅、銚子口駅がまだ現役です。これらの3駅も廃止前に訪問していますので、いつかご紹介したいと思います。こちらは時刻表です。函館駅から森駅間はそれなりの本数が確保されており、上りが13本、下りは8本です。列車本数が多く訪問は容易です。上りの本数と比べて、下りの本数が少ないのは、7駅から大沼駅間は、仁山駅と新幹線停車駅である、新函館北斗駅を経由する本線と、それらを経由しない、下り専用の藤代支線があり、藤代支線を経由する普通列車が3本運行されているためです。もともと本線は勾配がきつく、複線化に伴い緩やかな藤代支線を新線として建設しました。当初下りの特急も藤代支線を経由していましたが、2016年、北海道新幹線の開業に伴い、本線にある新函館北斗駅が特急停車駅となったため、下りの特急も本線経由に変わってしまいました。そのため本線の輸送量が逼迫し、ダイヤの関係で、未だに新函館北斗駅、仁山駅を経由しない藤代支線を通る普通列車が運行されているそうです。ホームは2面2線で、構内踏切で結ばれています。こちらは新函館北斗駅方面。こちらは大沼駅方面です。こちらは駅名表。隣駅の新函館北斗駅は、かつて渡島大野駅という名前だったので、修正がされています。続いて航空写真から駅周辺の移り変わりを見ていきましょう。こちらは1976年の航空写真です。左下に別荘地とするためか、区画整備がされています。またその近くに、かつて加速線として利用されていた側線が見えます。そしてこちらが現在の様子。むしろ建物が増え、駅周辺もやや開けています。ただ左下の分譲地は、ほとんど建物が建っておらず、別荘地計画は
失敗してしまったようですね。周辺には温泉、スキー場、キャンプ場があります。ただスキー場は現在休業中のようです。そんな仁山駅の乗車人員は、1970年代は1日40人程度でしたが、現在は3名以下です。峠下という集落が近いですが、2km 以上離れている上、駅まで上り坂です。しかも、函館までバスが通っているので、列車の優先度は低いのでしょう。余談ですが、峠下には一番大きいラッキーピエロがあります。こちらは、赤井川駅訪問の際に昼食をとった、ラッキーピエロ赤井川店です。チャイニーズチキンバーガー、ラキポテ、ラッキーガラナをいただきました。とまあ話はそれましたが、すっかり日が暮れた無人駅で、不安になりながら列車を待っていると見えた一筋の光。夜の無人駅。一人、ホームで待っていると不安になりますよね。こうしてやってきた長万部行きに乗り、仁山駅を後にしました。いかがでしたでしょうか？留萌本線は3月31日が最終運行日ですが、仁山駅、二俣駅はダイヤ改正前日の3月13日が最終運行日になりますので、合わせて駅巡りをされる方はご注意ください。こんな感じで鉄道や廃線、離島のご紹介をしていきますので、チャンネル登録していただけますと嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。